皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はみまりんちゃんにクマの形のボンネットを編んでみました。帽子は首のところで紐を結んでいて、本体はこのような形になっています。使用した糸はセリアさんのラテモールモコモコの太めのね糸です。使用かぎ針は7から8とありまして、今回は8号で編んでいます。こちらはねカラーナンバー2ですけれども、こちらはまた別の色で編んでいます。で帽子の編み方は、まずはこの中央のところに円を作っています。円で編んでいって、後からこう往復編みでどんどん形を大きくしていきます。輪の作り目から始めて、そして輪の中に細編みを6目編みます。鎖編み1目で立ち上がって、この輪の中に細編みを1、2、3、4、5、6、6目編めたら真ん中のね輪を閉じたいので穴を閉じます。そして最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜いて、まず1段目、次2段目はすべての目に増し目をして細編みを編みます。鎖1目で立ち上がって、最初の目に細編みの増し目、そして次の目に細編みの増し目、また隣に増し目っていう感じで、1つの目に2目ずつ細編みを編んでいくので、前段6目に対してこの2段目では細編みが12目になります。12目編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、これで2段目ですね。次3段目は細編みの増し目をまた6箇所入れますけど、1目増し目1目増し目っていう感じで繰り返して編みます。鎖1目で立ち上がって、最初の目はまず細編み1目だけ編んで、隣の目に移ってここには増し目1、2、増し目を編んだら次はまた細編みを1目編んで、隣の目に増し目っていう感じで交互に繰り返して編んでいきます。そしてまた6目ね増し目をしますので、3段目は全部で18目になります。これで3段目です。次4段目は細編みを1目1目増し目1目1目増し目で繰り返して編んでいきます。鎖編みで立ち上がって、まず最初の目は細編みを1目、そして隣の目にも細編みを1目だけ編んで、3目目のところに増し目、そう繰り返すとまた6箇所増し目をすることになりますので、1周の目は24目になります。1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、これで4段目まで編めました。その後は往復編みでどんどん編んでいきます。ではここからは往復編みで編みますけれども、この段ではまだ半円を大きくしながら編んでいきます。で編んでいって、最後の6目は編まずに次の段に入っていきます。6目なので、これが1目目だから1、2、3、4、5、6。1周が24目ありますので、6目抜かすと
全部で編む目は18目になります。18目のうちの3箇所に増し目をして編んでいきます。18÷3で6目目。6目目のところに増し目をします。1、2、3、4、5目。5目そのまま編んできて、6目目のここに増し目。で、また引き続いて1、2、3、4、5目編んで6目目に増し目。ここが最後の目ですね。最後の目に増し目。1周の目は21目になっていると思います。で、5段目の最初の目も印をつけておきます。次6段目。6段目からは往復編みなので、立ち上がって裏に返して細編みをまた編んでいきます。で、5段目は6目目に増し目をしたんですけども、次は7目目に増し目をして3箇所で目を増やします。1、2、3、4、5、6で7目目に増し目。続いてもう一度1、2、前段が21目だったのが3目増し目をして24目になります。6で7目目に増し目。このピンクが5段目の最初の目だったので、ここが7目目ですね。ここに最後増し目をして、残した6目のとこに印をつけておきます。次7段目です。7段目は増し目をせずにそのまま24目細編みを編んでいきます。で、これが今7段目ですけど、7段目から10段目までは同様にして、1周24目のままでずっと編んでいきます。はい、10段目まで編めました。で、次11段目は3箇所ですね。逆に減らし目をして編んでいきます。24目に対して3箇所減らし目をしたいので、7、8番目のところに減らし目をします。なので、まずは6目そのまま細編みを編んでいって、で7、8番目のところに2目を一度にして細編みを編みます。でこれが減らし目1で、減らし目したらまた細編みを6目そのまま編んでいって、で7、8番目のところを2目を一度にして減らし目をします。続いて12、13段目はそのまままた1段が21目のままで、あと2段ね編んでいきます。増減なくあと2段編んでいきます。13段目まで編めました。そうするとこんな感じで帽子ができてきています。でこっち向きに編むのはもう13段目で終わりで、帽子のこの下の部分を整えていこうと思いますので、このサイドの目を拾いながら編んでいきます。この往復編みを始めたのが5段目だったので、5段目から13段目
までの細編みの横の目を拾いたいので、全部で9目ですね。9目拾っていきます。一度鎖1目で立ち上がって、ここが1目、1目、2目、3、4、円の12345段目のところまで拾ってきたので、4段目で6目残した目を拾っていきます。この目からまず1、2、3、4、5で、これが最後、はい、6で12345段目の最初の目、この目からまた9段分ですね、9目拾っていきます。なので全部の目は9目と9目と真ん中の6目で全部で24目になります。あとはこの今拾ってきた細編み24目の目を拾って、あと2段細編みを編みます。これで帽子本体は編み上がりですので、この結ぶ紐を編んでいきます。お好みの長さですけれども、鎖編みでね、そのまま20から25目くらいあれば十分かなと思います。片方の紐ができたので、今度は反対側です。反対側にも紐をつけて、はい、これでボンネット本体の出来上がりです。では続けて耳の部分を編んでいきます。この輪の中に細編みを、5目編んでいきます。真ん中の穴を閉じていきます。そして最初の細編みの頭に引き抜いて、2段目はすべての目に増し目をして1周が10目になるように編みます。1目に2目2目入れて増し目をしていきます。これで2段目、そして3段目以降は増減なく1周10目のままで細編みを編んでいきます。3段目から5段目までですね。あと3段細編みを10目で編んでいきます。もう一度ギュッとしておいて、糸端も縫い合わせに使いたいので長めにカットして、これで耳のパーツが1つできましたので、これを同じものをもう1つ用意して、縫い合わせる時は立ち上がりの目を後ろの真ん中に持ってきてぺちゃんこにして、バランスを見ながら少しくぼみを持たせるようにしてつけるといいかなと思います。余った糸端で縫い付けていって、
こんな感じで完成です。帽子のサイズは高さが約11センチくらいで、首周りは約20センチくらい。顔の周りも20センチくらいで、紐の長さは12センチくらいで作っています。こんな感じです。糸が太めなのでね、結構短時間で編めるかなと思いますので、ぜひ参考になれば嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。